にちは。今回は忍者と殺し屋の2人暮らし第8話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。やべえやつだった。これ忍者と関係ない銀婚じゃん。ブロックしてやる。よく特定できたな。こいつ狙いじゃねえか。特定中怖い。忍者関係なく放火されたんかい。煽り体制なし。お前のせいやないか。ロボコの生みの親有能だな。ダメだこいつ。早くなんとかしないと。自業自得じゃねえか。これはひどい。全部里子のせい。特定班は瞳に映り込んだ風景から特定するからね。海外でも範囲くらい特定するからなあいつら。特定屋のスキルと執念をなめてはいけない。これは正当防衛だからいいね。貴重なおっぱいが。ああ、貴重な忍者がまた一人。また巨乳が葉っぱになってしまった。ほんと外の忍者たちは小ばっかだな。とはいえ珍しく一回はこの葉の家を燃やして襲撃は成功してるから、歴代の資格の中でも強かった方。青っぱいが瞬殺だよ。相変わらず人の命が思うより軽いな。葉っぱにされたやつの家かよ。あ、アイノスかここ。あ、1、庭の C の。やっと気づいた。今まで食べたパンの枚数を。葉っぱつえ。葉っぱにできるんだ。葉っぱ最強や。葉っぱになるんか。悪霊って葉っぱにできるんだ。あ、葉っぱにできるんだ。悪魔。霊体も葉っぱにできるのか。葉っぱにできるん。里子ちゃん強い。幽霊も葉っぱにできるのか。ナイソシストなんや。生き物以外には効果絶大。やっぱ今回作りが違う。人じゃねえから葉っぱにできんのか。普通に強いリーダー。暴力反対。マリンさんかわいそう。殺してる人に最低って言われた。殺してるやつに言われたくねえな。ケシケシコンビがよく言う。倫理どうなってんの。殴るどころかお前ら殺してるじゃんか。もしかしてこの家って忍者たちが女子会やってた家なのかな。嫉妬深いからあまりいい後輩じゃなかったな。殺して正解だったかも。結局こうなる。この子2回葉っぱにされたってことか。ザ・ハンドより強いじゃん。さとこちゃんマジ鬼畜たまらん。母。射程の問題はあるけどかなり万能だな。人の心とかないんか。殺されて体を葉っぱにされて霊まで葉っぱにされるのか。ここまでの尊厳破壊はそんなにないぞ。2度葉っぱにされた女。2回も殺されてしまった。まあ今回の相手は人間じゃないからいいか。幽霊より生きてる人間の方が怖いって話。幽霊を葉っぱにしたら地球の質量が増えるな。里子に2度殺された。キャスト多いけど本編か。あれ声優陣がワンピースの次に豪華だぞ。2人して人間性を失っていっているホラーと化している気がする。死んだやつ全員出てきたのか。何でも葉っぱにするのチートレベルで強いのに、なんでダメ忍者扱いされたんやろ。まだ葉っぱになってないの3人だけか。ついてきちゃった。ひえ、ゆっくりにんころ。そっちに行ったか。あっちに着いたか。こっちがほら。ついてった。怖い話だった。この破産のせいじゃないんか。来週もあの世パートが。来週もあるかあの世パート。これに関してはこの葉は悪くないからな。返り討ちにしてるだけだし。里子のお金は燃えたけど、この葉のお金はなんでなくなったんだ。あの世で配信できるのか。暗殺された子もここにいたのかな。収まるべきところに収まったというオチでやし。リーダーはともかく、紐買ってる方はいろいろ巻き込まれて不憫。なんでメイド服だったんだ。金がないから体で払ってもらった。ぽよよんかよ。今回も面白かった。あの世があってもロボサトコは。機械に天国はない。関西弁の悪魔は何だったのか。忍者連中はおつむが弱いだけでスペック的にはこの破産以上だから、甘い温情かける余裕なんてないでしょう。基本的に奇襲で買ってるだけだからな。葉っぱに変えるよね。ですよね。葉っぱに。人の心とかないんか。サイコパス。強制成仏。
うわこいつ。パサとこ鬼畜だわ。幽霊も物扱いか。葉っぱにできるのかよ。葉っぱにして除霊。葉っぱ最強やな。幽霊にも容赦ない。この作品聡子が一番の悪魔だよ。こいつら人の心とかないんか。殺し屋と忍者だからね。葉っぱにできるのか。霊だぞ。悪魔ができるならできてもおかしくないやろ。悪魔だったらなおさらなんだよな。聡子が悪魔より怖いわ。解体屋とかやれば葉っぱに変えて大儲けできるのに。あの世で生きてた。死んでるけどな。殺し屋なのに天国かよ。地獄には落ちないのか。みんな可愛いのに使い捨てもったいない。再生怪人軍団として復活しそう。またリーダーだけひどい目に遭うのか。大体聡子のせい。ちゃんと女子会部分もやってくれて満足だ。リーダーがひどい目に遭わないと安心できなくなってきた。リーダーも割と自業自得なんじゃ。マリーちゃん可愛い回だった。この家って庭の3人組の1人の買った家か。毒使いが買った家だな。ちなみにガチ幽霊でちゃんと本人があの世から気合でたたってる。シュールな回だった。ここでコメディとはうまいな。里子の葉っぱ忍法がもう神レベルだな。そのうち概念も葉っぱにできそうだなこいつ。まあ確かに生きてはいないんだけどさ。生きてないなら魂まで消してみせる。なんかどこかで聞いたセリフだな。幽霊も物なのか。マガストラルタイの悪魔も葉っぱにしちゃったし。聡子もこの葉レベルの動体視力だったが本当に落ちこぼれだったの。というかバトル最中敵の認知の外から武器だけタッチして葉っぱ化とかしてたし、動きもこの葉より家っぽいんですが、聡子はアホだから能力が活かせてなくて、それで落ちこぼれだったんだよ。いろいろ燃えただろうに元気だな2人。また仕事で金を稼げばいいからな。聡子はアホだしこの葉は裏稼業だから拠点の理解くらい割と普通だろうし。よかった。死んだ忍者はあの世に行けてたんだね。忍者は忍術で生き返れるからあの世でもこの世でもない場所に一旦泊まらされるんでは。忍術で作られた魂保管用世界かな。等身大かな。みじん切りにされた子はいた。もしかして葉っぱにされた娘だけなのか。リーダークズのくせに忍術なしでも強いな。戦闘で使うの難しい術だから捨て頃強くないとやってられないんだろう。リーダーも女なのになぜ女を殴ってドン引きされたのか。無職、パチンコ、課金、喫煙、浮気、女を殴る。リーダークズ男がやりそうなことコンプしてない。よく考えたらリーダーやるぐらいだから忍者として有能で当然なんだよな。人としてはクズでも。マリンちゃん一番関係ないのに一番被害受けててかわいそう。リーダーパンチで床ごと抜かれて生きてるってマリンちゃんも大概硬いな。マリンちゃんかわいそうと思ったけど今回の流れに至ったのは大元をたどれば聡子を増長させて承認欲求モンスターに仕上げたマリンのせいだから自業自得なのか。地獄への道は善意で舗装されている。リリコが持ってきた謎の液体のせいで悪魔つきしてなかった。あれ何なんだ。白消毒幽霊は緑で取り付いたのが綾香なのは分かったけど、悪魔は結局誰だったんだよ。普通に悪魔なのでは。エクソシストとパロディやろう。そういえば悪魔もビニールで保管してたな。こんなの取っておいてどうする。早く焼き芋に使えよ。結構アニより多かったし、アニメの最終はどうなるか。めちゃくちゃでもう忘れてたけど聡子さんがクソ煽りしたのが発端でしたって。退場組また出てくれるの助かる。マリンちゃんより娘すぎて好き。面倒見が良すぎる。予告に入ってる退場しきれてない退場組。あの世やったせいで下道感がだいぶ薄まった気がする。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。